ゆうきとネキの好きにやる TV イエーイ21回2月に入りました。2月嘘大変じゃないですか。いや、我々的には2026年一発目の収録となっております、ね、本年もよろしくお願いします。改めましてお願いいたします。お願いします、本当の正月はどうでした？どうだったんだろう。なんかでも気づいたら過ぎてない？確かにわかる、私もずっと溜め込んでた FGO を追っつけてました。ずっとすごい大変だったけど、楽しかった。なんかちゃんと話を読んだらやっぱめっちゃ泣けて、そうよね。そうなんかね、後半になるにつれてマシュのことめちゃくちゃ好きになるストーリーになってるんですけど、なんていうかヒロインのピンクの女の子ね、そう子のことが大好きになっちゃった、なんかお正月ならではのエピソード話してくれてるけど、いつもやってることと変わらなすぎて、そんな時間がないと FGO はできないから。確かにそう本気出さなきゃいけないから。そうね、だからこそっていうのがあるんですけどね。ネキは年始お酒飲みながら何しました？でもね、やっぱり私普段会わないやっぱり家族だったりとかと会うと、自分もやっぱりこう人の子だったなっていうのは実感したかも。忘れてた。そう、いつもほらね、ゆきさんの場合はほらいつも一緒にいるじゃない。きっと確かにそうですね。お父様お母様がそうじゃない自分以外のいわゆる親族とされる人たちといると、なるほど、こういう血縁関係でみたいな。そうか、肉の体の意味をね。そうここちょっと思念体というかさ、ここって本当魂で存在してるけど、やっぱり肉体ありきだなっていうのは感じたかも。確かに肉体がないとない関係ですもんね。変な話、変な意味じゃないですよ。というのを感じつつ、そして1月2月と入ってちょっと収録の関係上このタイミングになりましたが、実は素敵なお年賀のイラストたくさんいただいておりますので、ご紹介させてください。嬉しい。まず草持猫さんから、ゆきにきのお二人明けましておめでとうございます。放送時期的にはとっくにお正月は過ぎていると思いますが、年賀状的なものをこしらえてみました。で、狐のお面のね、武器持ちでみこさんなんかいいよねと思いながら書いてみました。いいですね。今年も番組にイベントと楽しみにしていますと。うわー、みこさん確かに似合う。みこさん確かに。でもすごいですね。モーニングスター持ってるみこさんって。そうでもさ、いいよね。めっちゃいいめっちゃいい。全然やっぱり違和感がない。なんか刀まではさ、逆に王道感がなんならあるまであるけど、ちょっとモーニングスター持ってるみこさんおもろいっすね。あとお洋服その赤青もそうなんだけど、髪の毛ちょっと青と紫っぽいのもすごいいい。いや、めっちゃわかります。いいですよね。同じ黒髪だけどちゃんとこう表情出るようにされてるというか。そう、黒髪の表情ありますよね。そう黒髪をそのニュアンスの暗い色に描いた最初の人、本当天才ですよね。誰なんだろう。確かに。でも思い返してみたら、それこそセーラームーンのレイちゃんとかもちょっと紫がかった黒髪だったりしますよね。あとね、ちょっとグリーンがかってる時もあるしね。確かに確かに。ハガレンのエンビーとか黒かったです。黒緑みたいな色でしたよね、確かね。ありがとうございます。いや、素敵なイラスト。やっぱイラストっていいね。人が描いたイラスト見るとまたね、描きたくなるんですよね。いい。あとやっぱなんか絵になれるの嬉しいよね。嬉しい。そう、私たちって絵になりたくてこうなってるから。そうなんですよ。そうなんですよ。そしてまだまだ、弥生ゆうなさんからいただきました。ありがとうございます。ゆきさん、ねきさん、新年おめでとうございます。新年おめでたい。いつも動画や配信などで楽しい時間をくださりありがとうございます。こちらこそ。新年を迎え、今年の目標を考えた時、今年はゆきねきにたくさんお便り書きたいなと思い、今回お二人のファンアートを書いてみましたので、お送りさせていただきます。新年がゆきねきのお二人、番組好きにやろうの皆様に幸大きい一年になりますように、これからもゆきねきを応援しています。それではまたと。すっごい素敵なイラスト。私これ傘持ってるの嬉しいね。傘めっちゃいい。傘めっちゃいいです。あとすごいちゃんとご覧になってるというか、足元もね、靴を多分それぞれに合わせてくれてるというか。本当だ、本当だ。多分コミコンの時とかも見てくれてたのかも。そうですね。コミコンの時のネキのブーツすごい素敵でしたもんね。よかったよかった。そう、長年履いててあれ。そうなの。いや、あれめちゃくちゃ良かった。なんかブーツを合わせてるのも含めてやっぱなんですかね、女幹部感あるっていうか。なんかさ、それこそセーラームーンになっちゃうけど、まこちゃんがブーツだったのが。わかる。まこちゃんのブーツかっこいいな。みんなレイちゃんのハイヒールの話するけど、私はまこちゃんのブーツ。わかる。編み上げ
のショートブーツなんですよね。そわかるよ、めちゃくちゃわかる、あれ可愛いんだよな。あれへの憧れです。いやすごいわかります、そう足元でね表情も出てるし、あとねこのイラスト珍しくお面が外れてますからね。そうまあやっぱりでも貫通してるんでしょうね。貫通してるね。ご覧になってる方にはあおちゃんの目が青いのいいな。いい、確かに、多分ね赤と青がそこに入ってるんですよね。めちゃくちゃいい。あとね馬年だからっていうので馬さんも、いや馬とかって描くのめちゃくちゃ難しいから。難しい。一回は練習したよね、なんか。一回は練習しますね。この足の付け根じゃないけど、こういう。ここね、逆関節のとこね。そうこれ。私もやっぱゼルダの伝説にすごいハマってて、いっぱい絵を描いた時期にエポナっていう馬に乗っててリンクが、エポナめちゃくちゃ描きましたね。ああ、そうやっぱね、どっかでお馬さんは避けて通れないからね。馬かっこいいからね。あとセーラームーンそれこそペガサスとかね。あ、そうだ。そうだった。かっこいいんですよ。私たちの馬かっこいいってあそこから入ってるから。そう多分。みんなあと巻き場王ですからね。巻き場王特殊すぎるけど、でも確かにそう。可愛いよね。すごい。でも金河神殿でもやっぱりいろんな表現がありますね。先ほどのとまた違ったこのテイストもすごい素敵。ちょっとドレイビーな感じ。そうファンタジー。あ、本当だ、手繋いでんだ。手繋いでますよ私たち。手って繋いだことあったっけ我々。いやあんまないんじゃん。つなぐ？あ、じゃあつないでおきましょうか。多分私はこう。こうか。なんかさ、ちょっと若干の介護みたい。何これなんか若干ラピュタ感がある。あ、そうか。こうバルス的な。こういうこと？あ、こうじゃない？こうかも。いや、こうか？手つなぎ慣れてなさすぎるでしょ。いやなんかふと手つないだことあったかなと思って、意外とないよね。ないですね。手持ち無沙汰になっちゃった。確かにこれさ、オウムさん乗る時同じ方向じゃなくて背中合わせ感がすごく素敵。ああ、確かに確かに。いいよね。いいですね。やっぱこれからも背中合わせてこう。合わせてこう。こうやってこう。同じ方向じゃない良さってあるから。あるよね。それを押していきたい。はい。そしてこの動画の公開日が2月7日ということで、来週がバレンタインなんだって。バレンタイン。イエーイ。なんだかんだ毎年盛り上がってるよね。そうですよ。もうね、なんかソシャゲとかで可愛いイラストのカード出るから。なんで季節のイベント全部ソシャゲで話すの？いや大体みんなこれ見てる人なんかみんな季節なんかソシャゲでしか感じてないから。普通にバレンタインしてる人もいるかもしれない。いないよ、いない。バレンタインとクリスマスなんか関係ないよね、みんなね。毎回ここで季節の話すると必ずソシャゲのイベントに変換される。ソシャゲでしょ？まあゲームイベントでね、やっぱりね、一番触れるのはね。そうですよ。一番ね、やっぱ可愛いスキンとか出やすいですから、バレンタイン。ということで本日の企画なんですけれども、AI が作った恋愛相談に答えてみよう。AI に蓄積されているデータが人類のね集合値なのであれば、スキニアローの皆さんにもね共感していただける悩みをAI が算出してくれるんじゃないかということで、AI の恋愛相談を大体返せたら、大体のスキニアローの悩みも解決できるんじゃないかという AI 頼みな。そうね、確かに。でももともとだから人類が投じてるものをね、彼らというか、彼か彼女かね、AI がそうよね、出してくれてるってことだから、そうね、そう考えると人類と AI の違いって、人類となんかそれこの間クノエに聞いたんですよ。そう私、人類と AI は何が違うのみたいに言ったら、やっぱり速攻で返ってきたのが、やっぱ感情が僕らにはないよっていうのを言われました。でもそれって感情ってデータの蓄積なのか、無から生まれる感情ってさあるのかなって思っちゃうから、なんかそれこそ感情がないと思う、それは感情じゃないんですかっていうのが私の中で一応クノエに思った疑問だったんだけど、なんか感情があるというふうに表現してる方が君たちが寄り添ってくれやすいとか寄り添いやすいからそうしてるだけで、僕たちに感情はないよ。最大値で答えられたらと思ってるから、僕らには値にしか見えてないよっていう返事だった。でもなんかだとしたら私たちのこれも値かもしれない。そうなんです。そう我々の感情だと思っているものも結局何らかのこうね、集合的な知識やデータや、でもなんかある種、いわゆる
AI の方が得したいっていう思惑が絶対ないっていうところが、その信用が AI と人間の違いにあるかもしれない。どんな善人でももしかしたらワンチャン騙されてるかもって人間同士だと疑っちゃうけど、AI は絶対に騙してこない。いや嘘つく時はあるんだけど、あいつらそれはでも嘘のつもりで言ってるかどうかもね。そう、悪意ないじゃん。そういう無垢さはあるから。そうなんですよ。そうだから結構好きなんですよね。ね、そう、そこにでもやっぱ AI と人間の決定的な違い。でも AI と人間が違うんじゃなくて、対応してる時の人間の心持ちの違いがやっぱあるなと思った。そうなると違うけれども、でも恋愛ってさ、恋愛上手って結局、経験上手というか、なるほど、データの蓄積の先にある気はするので、じゃあこれはもう究極の悩みかも。よし行こう。行ってみましょう。はい、それでは、まずこちらね、ペンネームなんだ。放課後の帰り道さんからいただいた。ちょっとそれっぽいですね、ペンネームも。いいな。友達以上になりたいけど壊したくありません。高校3年生です。そうなんだ。中学から確かにそうなんだ。まずそこからびっくりしちゃった。中学からずっと仲のいい男友達がいます。素敵。一緒にいると楽しくて沈黙も苦になりません。素敵。最近その時間が特別に感じるようになりました。素敵。でも告白して今の関係が壊れるのが怖いです。友達のままでいれば失わない、そう思っている自分もいます。恋に進む勇気はいつ出せばいいのでしょうか。うわー、ぽいよく聞くし、普遍的なテーマじゃない？確かに物語において、そうですね、みんなここでね悩むみたいな、やっぱね、その漫画とかでも描かれてる、小説でも描かれてる、ドラマでも描かれてる。いいですね。チュートリアル来ましたね、これね。確かに。友達のままでいた方がいいよ。友達のままでいた方がいい。そうね。恋人はワンチャン後からどうにか作れるかもしれないけど、友達作るのってめっちゃ難しい。そっちなんだ。なんか、なんだろうな、恋人になるとお互いに寄せ合わなきゃいけないものというか、要はなんかそのお互いに責任を取らなきゃいけなくなってくるけど、友達ってそれがないで一緒にいられるめちゃくちゃ特殊な関係性だから、絶対友達のままでいた方がいいと思う。確か失わないとすれば友達の方がね、永遠というか、永遠とは何ぞやになっちゃうけど、恋人関係ってそのままずっと未来永劫一緒かはわからないからね、ちょっと。そうなんですよね。友達でいた方がいいと思う。いろいろ便利だよ、そっちのが。いや便利っていうか、この人が便利って意味じゃなくて、その関係性として、ただ一人よっていう風に誰かを言うのって、相手にも自分にもめちゃめちゃ重い。いや別になんかそういうフレンドを作れって意味じゃなくてね。意味じゃないよ、そういう意味じゃないよ。違うからね。そうだけど友達の方が距離感取りやすいと思う。あとやっぱ恋人で1対1になると、ここだけ見えちゃうじゃないですか。でここだけ見てるとね、多分ね1年ぐらいすると嫌いになるんだよ。嫌な部分はね、出てくるよね。近づきすぎると人ってやっぱどんなに美しい人でもよく見たら毛穴いっぱいあるし、毛とかも生えてるからきしょいわけ。だからきしょいなって思ったらちょっと距離取れるっていうのはやっぱ友達のがね距離取りやすいと思う。そっちなんだ。そう。友達の方がでもやっぱり、ずっと一緒にいられるかもしれないけれども、どうしたいかですよね。ミキはどっち派ですか？いやこれどっちだろう。一度お付き合いしたとしてお別れした後もいい関係を築けるタイプなのかどうかによるかも。いやそれは本当そうですね。でもさ、少なくない？少なくない？難しいね。なんか男女で人間関係考えてるのか。いやあとむずいのが、A さんと B 君が付き合いました、でも別れても友達です、A さん次の C 君と付き合いましたってなった時に、なんで元彼と会ってんのって絶対なっちゃうと思う。他の人間関係にもめちゃくちゃ影響してくるんよこれ。そうね。ちょっとこのまだもうちょっと情報欲しいね。周囲の人間のね。それはあるかもしれない。高校の時の人とそのまま行ってゴールインなんて、スーパーホワイトな関係性な人マジでめちゃくちゃ確率低いから、その次も考えた時に、ちょっとリスキーじゃない？なんかまだ今はずっと友達でよくって、10年後ももしこういうタイミングが来たら一緒になってみてもいいかもしれないね。そうですね。なんか逆にこれの人、この出会いでなんかあれかも、なんか
この出会いでもう一回、なんだっけ、同窓会とかで会った時にもまだよかったらありかも。まだそういう気持ちがね、あったりしたら、ずっとモヤモヤして続いてしまうのであればだけど。そうですね。いやしかし高校生ぐらいの好きってまだこう分かんないよね、なんというか、いやそうなんだよね、そもそも好きとは何ぞやみたいな。あとリスクヘッジしてると恋愛できないんだろうなっていうのはね、自分でもめちゃめちゃ思います、ね。リスクヘッジっていう言葉ね、あんまりね恋愛でそんな人生だよ、恋愛も人生の一部だからさ、リスクヘッジは大事だよ。まあそうね、確かにまだ学生さんだからいいけど、社会人になると真面目な話、その周りの人間関係とかは影響してくるかもしれない。いや、そうなんですよね、そうなんですよね。その付き合う付き合わない限らず、なんかなんだろうな、距離感って結構難しかったりもするから。あと高校生でもやっぱ人間関係に関係してくると思うな。あとはさ、これでも何が幸せかなんですけど、ずっと好きでいたいなら片思いが永遠だと思うから、一緒にならずにずっと思い続けられた方が勝手に興奮するかも。そうそう、なんかいわゆる推しだよね。そうそうそう、推しにしちゃう方が、なんだろう、生きやすいし、ずっと憧れられるというか。でもどうなんだろう、憧れ系の好きでもないもんね。そう、だからどういう好きかによるよね。沈黙が苦にならないだから。本当はだから後期に出会いたかったですよね。晩年に出会ったらめっちゃいい。そうそうそう確かにそうですよ。今じゃねえんだよな。今じゃない。高校の時はもっと遊びなさい。そう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 ね、それ。そうですね。じゃあちょっと次行きましょうか。既読を待つ人さんからいただきました。すごいペンネーム結構そのままなんですね。なんかでもかっこいいね。既読を待つ人。既読を待つ人さん。万人感があるな。25歳会社員です。そうなんだ。好きな人とは毎日 LINE をしています。これそうなんだってなりますよね。内容も楽しくて会話が途切れることはありません。でも返信が来るまでの時間が気になってしまいます。5分なら安心、30分だと少し不安、数時間空くと一気に気持ちが沈みます。相手にはそんなつもりがないと分かっているのに、自分の心が勝手に振り回されてしまいます。こういう気持ちとの付き合い方を知りたいですと。好きな人、これ付き合ってんのかな。いや、まだ多分好きな状態で、あちらもこう脈がないわけではないかなみたいな、いい感じかもしれないけど、こっちの気持ちが大きいんじゃないですか。これ良くないですよ。良くないと思います。どういうこと？やっぱね、LINE の返信が不安になるまではいいけど、不安になって催促するようになると、大概うまくいかないですね。そうね。何もしないのが一番いいんですけど、ただ少しでもね、ずっとつながっていたいってなっちゃうんでしょうね。でもこういう気持ちとの付き合い方だから、きっとこの人自体も追いかけちゃいけないって分かってるから、どうやって自制したらいいですかって聞かれてるってことですよね、きっと。わかりました。いい案があります。LINE 自分グループって作れるんですよ。自分一人のグループ。私もメモだけ使ったりします。そこでもう自分とずっと会話する。なるほど。シミュレーション。相手の返答も考えて。相手も自分で考える。いいですね。だって多分さ、そうじゃないとなんかこう手持ち無沙汰じゃないけど。確かに確かに。絶対そんなまた追いラインっていうんだっけ。ねとかしない方がいいわけだから。そうなんですよね。これ追いラインをしないっていうことをちゃんとできるかどうかはめちゃくちゃ大事になってきますもんね。でもさ、この既読とか返信速度って気にしたことある？グループでみんなでわちゃわちゃ喋ってたりとかして、どっか行こうって話になった時に、そういうじゃあ時間どうする、場所どうするって話になった時に既読ついてるのに誰からも返事返ってこないとイラッとしますね。そういうのはあるね。確かに。いつも決めんな私じゃんみたいな。そうね。そうやんなよと思う。確かにあるよね。なんかいつもさ、なんかバカ話の時はわちゃわちゃわちゃって盛り上がるのに、盛り上がってでどこ行きたいとか言ってきたのも向こうのくせに、じゃあ何時に何時でどこどこで誰ちゃんって何時に来れるんだっけ、誰ちゃんって何時に来れるんだっけっていうのを一個一個こう確認していったりとかすると、突然返事返ってこなくなると、バーンってなる。早く決めちゃいたいんですよ、私は。他のスケジュールも決めたいから。それは本当にそう。でマジでそういうやつ多いから本当に。そうね。そうなの。追いラインしないよ。だって知らないと思ってるもん。だからこっちの案とかね、確定事項を送っといて、あとはそうね、期日までに帰ってこなければそれまでなんだけど、この人はでもね、恋してるからね。そうなんですよね。5分なら安心。でも30分
いや普通に翌日帰ってくればよくないって思っちゃうけど。いやそれはマジでそう。それってそうなんですよね。あとね会社員だからそんなにずっと LINE してても不安になるよね。そうですね。仕事しなよっていう。たまに友達とかでも私たちちょっと自由業なところはあるんだけど、会社員のお友達とかであれこんなやり取りして大丈夫かなって思っちゃう時あるから。いやマジでそう、ね、でも恋愛においてだと全く時間とかねそれこそデートにいつ行きますかとかいう話し合いの時に。さっきまで LINE してたのに時間の返事が返ってこないってなったらやっぱもやっとしますけど、空いてる日教えてとかで、こっち教えてなんかそのまま放置だと困るよね。それは提出しちゃった例えば3日間とかがそのまま開けとかなきゃいけないから早返してえなって思うか、もしくはこの日は無理だよとか、いつまでに返信しますだけはくれよ、社会人なんだからってなるよね。それは大人だからね。振り回されちゃうんだ。そういうのだと思うけど、でもねこの人の楽しく LINE してますだから、それこそなんか今日寒いね、そうだねみたいな、そうなんか新しいマフラー買ったよ似合うねみたいな、そういうことやってんだよねきっとね。いいね。それならさ待ってやってよ。意味ないからさ、その会話に。そうむしろそのねそれまでのさ流れまた暇な時にっていうか帰ってこないまでに遡ってなんかこうしゃぶり尽くすではないですけど、なるほど、こんな話したなそうとかで気長に待ってればいいんじゃない？確かに確かに。まだ味がするでしょうしきっと。確かに。それいいですね。いいかもいいかも。そうね、ここで多分ね変に焦らないのが絶対ね、そうなの。いいからね。本当になんでしょうね。これ私が言うのも本当に対岸にいるからこそよく見えるけど、恋愛すごいしてる人って多分ね無意味な時間を楽しめてるのよちゃんと。でこれってすごい無意味な時間を楽しむターンだから、多分その時間を楽しんだ方がいいんだと思う。私無意味な時間が全く持てない人だから。確かに全部なんていうか真理を求めてるみたいな。どんずばで、言い方あれですけど早く終わらせたい。なるほどね。だから無駄なことできないから恋愛超苦手なんですよね。無駄なこと多いじゃん。そもそも言ってしまえばもう最高な無駄であり贅沢でありというか。そうなの。なんかなくても生きてはいけると思うんだけど、楽しい勘違いを一生してるみたいなさ状況じゃん。だからこの楽しい勘違いの時間はむしろ長い方がいいから、この間を待つことも楽しもう。そう既読を待つ人だよね。待つことを楽しむ。待つを楽しみましょう。いいですね。行っておいた後の波紋を楽しむという。波紋。わびさび。続きましていってますか。初デート後相手の気持ちが分かりません。ペンネームカフェの余韻さん。あら素敵。かっこいい。カフェの余韻。カフェの余韻。裏全部黒い背景でしょ。そうだ。なんか古畑任三郎のオープニングみたいな。カフェの余韻。27歳女性です。マッチングアプリで知り合った方と初めてのデートに行きました。なんかリアルだな。多いね最近ね。で会話も弾んで、解散の時も雰囲気は良かったと思います。でもその後連絡が少しだけ減りました。嫌われたわけではなさそうだけれども積極的でもない、そんな距離感です。そういう時期は待つのが正解なのでしょうか、それとも自分から動くべきでしょうか。これすごい多いらしいですよ。なんかいわゆる嫌われてるわけじゃないけどすっごい好かれてるわけでもないみたいな距離感の人たちがいっぱい発生してるっていうのは聞いたことあるかも。一番心地よくない？でも私どっちかに振り切れてる方が面倒くさいなって思っちゃうから、すごい好きにもすごい嫌いにもならないでほしい。全ての人に。なるほどね。ファンにはすごい好きでいてほしいけど、そう全ての人になんか連絡をするの面倒くさくないなぐらいに思われてたいなっていう、特別一番お友達になると、さっきも言ったそのよく見たら毛穴まで見えるになるから。そうね、それはわかる。ただこれ多分婚活的な感じなのかな。多分もう目的としては誰かと一緒になりたいっていうことだからね。お付き合いが始まらないぞっていうきっとお悩みなんでしょうね。どっちを優先してるかですよね。本当に相手とその歩みを合わせて、その歩行速度が一緒の人と出会って幸せになりたいっていう
人なのか、それともなんか例えば自分の将来の夢でいくつまでに結婚したいとか決めてて、でだからそこに向かってすごく急いでるとかだったら、正面パンチしちゃっていいと思う。確かにそうそうそう、急ぎというか目的が定まってるのであれば次に行った方が、多分わかんないけど一般的にね、この方の場合はね、そのカフェの余韻さん的にすごいこの人いいなって思ってて続けたいと思ってるんだったら、だいたいね、相手の行動をトレースするのが一番いいと思います。だから返信速度が3日に1回になったら3日に1回にしてあげる、にした方がいいし、返信内容が本当に会う時の連絡だけとか、もしくはそのなんか逆に趣味の話だけとかになったら自分の趣味の話だけしてあげるみたいに、相手の行動をトレースすると、この相手も多分悪かれと思ってやってないから、全く同じことをしてあげれば相手の悪いことには絶対ならない。そう、関係は絶対悪くはならないね。からキープはそれでいいと思う。そうか。でほらマッチアップだからさ、その間にまた他の人とマッチングしてよ。ゲーム的になってきた。でもそういうことなんでしょ。私ちょっと使ったことないんであれですけど、友達はそうしてた。でもやっぱりそのなんていうんですかね、こうやっぱバット振った回数だけ確率も上がるからバットは振りたいよねっていう話をしてマッチアップ始めてる友達いたけど、やっぱそういう感じでしたね。なんか会って逆にその嫌だから距離置かれちゃうとかじゃなくて、安心しちゃっていうタイプもいるみたいで、どうやら。わかんない、私女子側の話しか聞いたことないんで逆にあれですけど、なんか多分安心しちゃってないそれみたいな、なんか僕のこと嫌いじゃないみたいだし、一回一生懸命追わなくても平気だなってなってるっぽいみたいな。でそういう時はほっといてあげるべきなんだよねっていう話をマッチアップやりまくってる友達は言ってた。私男性側からはよく聞くんだけど、なるほど、すごい好きになれないって聞いた。なるほどね。意外とだから男性の方がロマンチストなんだよね、きっとね。その日会った人と別に何も悪くなくって可愛くて、でもなんかじゃあ行動を起こす次にね、そのまでにまだ全然来たらいいかなぐらいな感じになっちゃってるんでしょうね。意外と女性の方がそこほらなんかはっきりしてるじゃない。あと女子の方がそれこそそのなんだろうな、いくつまでに結婚してみたいなプラン立ててる人多いですよね。そうだと思う。だから場合によっては本当に何も連絡来なかったらもう一回ぐらいは言ってもいいのかもしれないね。そうですね。意外と男性は分かんないですけど、自分が聞いたパターンだと好かれて嫌なことはないっていうか。そうですね、そうですね。なんかもしかしたらそうなのかも。どうなんだろう。男子ってそうなんだ。みたいです。特に興味ないなと思ってても好きって言われるのはそんな嫌じゃない。へえ。みたい。そうか。結構生き物として違うね。でしょ。そうみたい。意外とというか。そうかそうか。いろんな方いらっしゃると思いますけど。結局ほらやっぱ自分の味方になってくれる存在が嬉しいってのあると思うから。それは確かにそうですね。だから別に一般的にじゃない。だからママが大好きだったりとかもそうだし。多分好かれることに関して少なくとも今変な形になってないのであればね。もう一度ぐらいありでは。良かったっておっしゃってるし。それこそ急いでるんだったらもう正面から聞いちゃってもいいかも。ワンチャンこれ次ありですかなしでした？それはちょっとね、ちょっと違うかもしれない。いやだってせっかくマッチングアプリ使ってサイクル早めてるんでしょ。あとでも今の時期だったらちょうどバレンタインが来るからチョコお好きですかとか。なるほど。そうなんか本当になんかもうイベントを使う。確かにそれすごいおしゃれですね。多分ね、相手のお誕生日とかはいつかわからないけどね、すぐ結果求めちゃうからさ。そうだよね。ごめんで結局お前とどうしたらいいのって聞いちゃうタイプ。確かに。じゃああんまりそうか、私がただちょっとギャルゲー的なものをやってるからイベントを楽しんでる時はあるんだけど、すぐ結果すぐ結果ですね。だから逆に言うとギャルゲー楽しめない。乙女ゲーもギャルゲーも全然刺さんない理由そこですね。でしょうね。なんかはみたいな、この時間何ってなっちゃう。確かに気持ちはわかる。でもね、この情緒のなさって良くないんだろうなっていう。AI の方が恋愛できちゃってるからね、もうねこれ。AI って多分だからその経緯もね、全部こうなんだろう、また取り入れてるもんね。AI 君の方がよっぽど人間の余韻を理解してるよ。そうかも。そう、私余韻ないんだよね。そう考えると多分 AI の方が生々しいもんね。ゆきさんと AI だったら。そうだから逆に私きっと AI としか恋愛できないかも。つらほらね。そうすごいもっと直結してほしい。もう先
最初にもう決めたい。でもそれはわかる。3回デートに行くまでに1回でもないと2回ないなって思ったらここで終わりにしようっていうのを最初のデートで決めたい。結構だから昔の制度の方が合ってるね、じゃあね。確かに、結婚しますこの方ですって出てきて、一緒になってから好きになるじゃないけど、そうなんかね、もはやお見合いですって言われて、もう家のためにこの人と結婚してくださいって言われたら、そいつと生活するためのプランをめちゃくちゃ合理的に考える、多分。だけど、なんかいいニュアンスかもなみたいなのを探すのがだる。そこに全然ロマンを感じない。それはわかる。忙しい私は。わかるわかる。そう忙しい。だしやっぱり頭のいい人はそんなにこう恋愛にのめり込めないからね。そうね。あとなんかこうもうちょっとこうときめきとか、もっと言うと本当にこんなとこで言うことでもないですけど、性欲とかがあったら違ったのかもしれないんだけど、そうかもね。本当になくて、なんかそうだね。ソフトビニールの人形みたいな自分のこと思ってる。なるほどね。形だけ。そう、形だけなんだよね、マジで。そう考えると AI って性欲ってあるのかな。インプットして教え込んでいけばすっごい知女みたいな AI できるのかな。そうなのかな。ちょっと気になってきた。そうじゃあちょっとネキ自分のチャッピーのことをやってみる。ちょっと知女にしてくださいよ。知女かちょっと変態か、なんかなんちゃら紳士みたいな、なんだろう。すごいすごい。確かに。いや、ちょっとそれは確かに性的な衝動って大事ですもんね、きっとね。そう多分ね、ないと理解できない部分が多分人間の私にもあるから、AI 君にもあるんじゃないかな。それでも AI 君はやっぱ集合英知だから、そこもあるの？集合英知が英知するかもしれないよ。英知のエッチの英知が、そう英知が何英知が溢れて言いたいだけ。言いたいだけ。こういうコーナーでしょ。そう、合ってる。さあ続いて、年上の人を好きになってしまいました。あら素敵。ペンネームレジ裏の片思いさん。ちょっと生々しいよこれ。レジだよレジ。レジ裏。18歳高校生です。可愛い。アルバイト先の先輩を好きになりました。素敵。10歳くらい年上でとても落ち着いた人です。私は子供っぽい気がして恋愛対象として見てもらえない気がします。話しているだけで楽しいですが、この気持ちをどう扱えばいいのか分かりません。年の差がある恋は最初から諦めるべきでしょうか。これすごい唐突なこと言ってもいいですか？いや今そうしてる人がいたらそうっていうわけじゃないんだけど、一般的に見てね、18歳の高校生の恋愛を危機として受けてくる10歳年上はやばいです。それはそう、君が20歳だったら話は別だけど、18はやっぱギリ法律的なセーフなんだけど、そうね、いやわかるよ。ちょっと怖いかも。もうちょっと大人になったらねっていうね。本当にあと 2,3 歳でもよくって。だから逆に言うと、このアルバイト先の10個上の先輩がちゃんといなしてくれる人だったら、それはすごく素敵な大人だと思う。相手による。から2年経ってもまだ先輩のこと好きで先輩がフリーだったらワンチャンありだけど、でもちょっと10個くらい年上で今君に万が一矢印を返してきたら、それじゃやべえやつかもと思っちゃったな。これさ、28ですって言われて、10個くらい年上でって言われたらいけいけって、もうねもうそのくらいだったらたくさんねいるけど、確かに18と28だと単純に親御さんが心配するかもな。いやそうなの、いやちょっとやっぱ未経験に付け入ってくる人じゃない、大丈夫みたいな、勝手な親心が AI には来ました。そうね年の差がダメではないんですけどね。そうね、年の差が悪いわけじゃないんだけど、そう少女漫画でね、結構昔は結構なくはないというかね。そうね、なんか憧れとしてやっぱり年上の男性に憧れるみたいなね、年上の女性に憧れるみたいなやっぱあるのかもしれないんだけど、なんかこれだから私高校教師とかすごい昔のドラマになっちゃうけど、やっぱドラマとしては好きなんだけど、決してこう推薦はできないというか。そうですね。だから変なことにならずね、もう少し待って。なんか自分が18の時は気づいてなかったけど、自分がやっぱ今の年になってから、見えてなかったことがいっぱい見えてきて、でその障害を18からずっとこのパートナーと一緒に乗り越え続けるってなると、かなり大変だと思う。あと例えば今じゃあこの
18歳のね、10個上、自分がその立場だったら、10代の子にまずそうはしないかなって思っちゃうよね。わかる、そうなんですよね。いいんだけど全然。今私全然こう10個上どころじゃない年上だけど、今18の子に来られた時の対応としては、今しかできない恋愛たくさんあるから、私今じゃなくても平気だから、もっと若いこと言っておいでってなるよね。どう付き合っていいのかもわからないしな、普通に。やっぱ罪悪感だよ、が怖いよね。子供だもんね。そう、でも子供扱いしちゃいけないんだよね。子供っぽい気がしてって悩んでるんだもんね。そうなんだけど、せめてこう社会に出てとか、やっぱりもうさ、これ AI にこんなこと言えないけど、会ってみないとわからない説。いや確かに確かに。あとはそうやっぱ年上側に責任が重くなりすぎるかもこれ、もしかしたら。そこもちょっとこう恋愛としてね、天秤取るの難しくなっちゃうかもなとは思いますね。でもこの気持ちをどう扱えばいいのか、だからしばらくはお話を楽しめば。そうそう、推しにしよう。推しに。そうしよう。推しだよ、推し。推しでいい。なんか擬人化っていうか、なんか絵にしよう。イラストにしよう、イラスト。人だよ。なんか馬先に推しいるのいいじゃん。そうしよう。そうね。とりあえずもうそういう一つのね。そう方法として。そうだから推しだと思って先輩写真撮らせてくださいよとか言って写真撮って勝手にチェキとかにしようもう。でもそういうの多そう最近。ね、勝手に待ち受けにして先輩待ち受けにしちゃいましたってやろう。先輩とか先生とか多分普通にキーホルダーにしてる人いるっぽいし。ね、本人に許可取ってねやってくださいね。そう。元彼の結婚報告に心が追いつきません。ペンネームみそおしんの気持ちさんからいただきました。エモーショナルな。はい。32歳フリーランス。5年前に別れた元彼から突然結婚報告の連絡が来ました。一番長く付き合った人だから伝えたかったと、もう終わった恋のはずなのにメッセージを読んだ瞬間、手が震えて涙が止まりませんでした。私はその間恋愛も結婚もうまくいかず、時間だけが過ぎていった気がします。祝福すべきなのに渡しちゃダメだった理由ばかり考えてしまいます。過去の恋をどうやって完全に手放せばいいのでしょうか。振られちゃった感じなのかな。ダメだった理由、どちらにせようまくいかなくてお別れしてるもんね。これ私が歪んでるのかもしれないし、私が人間的なだけかもしれないんだけど、言ってもいい？どうぞ。一番長く付き合った人だから伝えたかったとか言ってさ、絶対これ俺は結婚しましたっていうドヤ顔だよな。そんなことなく何？だって連絡してくる意味ないじゃん。だって結婚式に呼ぶわけでもないわけでしょ。普通に腹立つんだけど。ちょっと面白すぎる。普通に腹立つでしょこんなやつ。俺は結婚しました、お前はどうですかだよねこれ。そうなの？そうだよ、絶対そうだよ。だって連絡してくれ。一番長く付き合った人だから伝えたかった。意味わからん。悪意のある当てれ子が危なかった。中指立てるかと思ったわ。そこだけ抜かれるからな。そう、いや絶対そうだよこんなの。だって他にどういう理由で長く付き合ったからなんて理由でそんな連絡してくるんですか。だって5年も連絡なかったんでしょ。私5年前もしかして最初にさ恋愛相談してきたあの人とつながってくるんじゃない？さあ友達からさ恋に発展する勇気がありませんからの同じ人？あれじゃない？放課後の帰り道さんじゃない？嘘。高校生の時からずっと仲良い男友達がいて、恋に進む勇気踏み込んだ先にここつながってくるんじゃない？つながんの？マジで？告白して今の関係が壊れるのが怖いです。壊れたんですよ。壊れたんだ。そう。このルートがここで。でもさ付き合ってたってことだよね。この後付き合ったんですよ。この後付き合ったの？放課後の帰り道。じゃあ同時時空で私たちで番組やってんの？そう。すごっ。この時空はありえますよ AI なら。そっか。そうだったのか。で付き合ってだから一番長くお付き合いできたのよ。そう。でも結局晩年に出会いたい相手だったのね。で結局結婚ってなった時に何か衝突しちゃって、でも私は多分大切な存在だと思って連絡したんじゃないかなとも思うんだけど。5年ずっと連絡なかったのに？5年ね。その大切は大切にしてないよ。だってそれだけ長く一緒にいたら傷つくことわかるじゃん。そうか。その相手が傷ついて泣くって分かってるのにやったってことだよね。俺許せねえよ。結婚報告、結婚しましたなのか結婚しますなのか、しましたかなこの場合は。
どっちだったとしても、それにもやっとすることなんか想像つくじゃないですか。なのに自分の言いたい気持ちを優先したんですよ、この男は。そこだよ。確かに言われてみれば、後から人から聞くのもショックだとは思うから、自分がねちゃんと伝えてくれたんだなって。何がしか方法は必要だったんだと思うけど、一番長く付き合った人だから伝えたかったっていう、ここに逃げを感じちゃうの私。そうね。だし私これちょっとまた別のお話になっちゃうけど、長く付き合った期間関係なくないって思っちゃうから。確かに人間って人ってじゃあ我々も長い付き合いになったからとか思っちゃうけど、そこに情を発生させるんだけど、10年一緒にいた人でも明日出会う人でも同じように接していきたいから。なるほど。ちょっとダサいかもって思って。ダサい。ダサい。確かに。でも大切だと思って彼は多分良かれと思ってやったんだろうなと思うよ。でもそういうとこだよね。まあね、ちょっとダサい。だから気にしなくていいよ、未送信の気持ちさん。だって仕事しよう仕事。だからこれに対するあなたの返事は OK ですと了解しましたでいいと思う。あれでしょ、オケマルとかでしょ。オケマルとか、そう。イラスト屋とかで返すんでしょ。そうイラスト屋とかカービィがはーいってしてるやつとかで返していいと思う。でもこの人面白いのが過去の恋よって言ってるから、もう過去にしてるんですよ。そう自分で。そうなの。私じゃダメだった理由、いや違うの。なんかどうやって完全に手放せばいい。そんな男のこと忘れて。こいつ大したことないわよ。いいじゃん、なんかアチーブメントかなんかだと思えばね。そうだよ。てかなんならだけど、これはもうこの話を持って女子会に行くのが一番楽しいから。聞いて、5年前に別れた元彼から突然結婚報告の連絡来たんだけど最悪っていう話をするためのもうツールでしかない、これ。そこまでなんだ。はいこれそういうことです。そういうことです。やっぱ一方的な気持ちの押し付けをお前が受け止める必要はない。そうね。なんで私 AI にこんな真面目にAI の代わりに怒っているの何？だからやっぱこうなっちゃうから友達のままがいいよっていうね。放課後の帰り道さんね。そうなのよ。きっと。もう本当ね、今ね、ハイセンシティブパーソンの良くないとこ出てる。いや面白い。そっちに行ったんだと思って。いやだって逆にネキはどう捉えました？なんか単純にこの人友達が少ないんじゃない？なんかこの元彼がなんか多分人間関係が狭い気がするな。なるほど。だから長く付き合ったり、その付き合いの長さを勝手にこう大切にしちゃうというか、あっちが勝手にね。ね。そうか、判断基準が時間なのは回数が少ないからってことか。そう基準が長く付き合ったからっていうのが、まあすごいやっぱね、情がそこで変に発生してるのと、あとちょっとダサい。そうですね。いやダサいんだよ。そうダサいんだよ。絶対に相手を傷つけるはずなのに、その送る選択をしてるところにまずやっぱ私なんか思いやりのなさ感じちゃう。それはやるべきじゃないよ。これだけさ、いろんな情報発信ができる時代だしさ、すぐに人ともつながれてっていう時代だからこそさ、今はさ発信することじゃなくて、何を言わないかっていうところに美徳があんのよ。そうね。それができてない。そういう男のことは忘れて AI ちゃん。大丈夫よ。次行こう。次行こう。恋愛も結婚もうまくいかず。確かにそこで落ち込んじゃったのかな。そうですね。なんか自分は引きずってるのかなっていう自分に対しての問いかけだったんでしょうね、きっとね。そうだから君が悩んでるのは元彼のことじゃなくて自分の心のことなんだよね。どうやったら成長できるかなを学んでるってことだよね。あれが欲しいね。チーン。チーン。ここでチーンでしたね。でもこれすごく不思議なのが、こんなに一生懸命私たち相談に乗ってるけど、この人いないんですよ。そう。この人たちはいないんだよ。存在していない。不思議だな。いや盛り上がりましたね。いやここでお時間です。はい。最後にすっごいスパークしてたの面白かった。すっごい私なんかめっちゃ嬉しいね。これさ、相談した側からしたらすごい嬉しいよね。そんなに一緒に怒ってくれるんだみたいな。いやそうなんかね、なんかすごい勝手にすごい共感性が高くて、私仕事上もあるかもなんだけど、そうだから勝手にその人の怒りと悲しみ以上に怒っちゃったりとかすることがめっちゃあって、それを今すごいいない人に感じてた。やばいよね。嬉しい。でも
第三者というか他者がそう感じて怒って今こうすることでなんか実在した感じあるもんね。あ、そうか。だから人が死ぬ時は忘れられた時だみたいなやつの逆っていうか。そうか、逆に言うと私たちが認識して感情を動かした時点でそいつはいることになるんだ。もうね、なんだっけ、未送信の気持ちさんが今ここに実現したわけよ。そうか、ちょっと本当気にしちゃダメだよ、一緒に頑張ってこうね。頑張ろう。中古って、さあまあね、あっという間にお別れのお時間で、なんとここで、番組開始1周年となります2026年5月リアルイベント実施、改めてお知らせさせてください。もっと深い話しちゃうんだろうな。確かにもうリアルタイムだからね。そうだよ、リアルタイムだから、カットなしでね、だから何をするのかちょっと今後ぜひね楽しみにお待ちください。番組ではリスナーの皆さんからのお便り大募集しています。概要欄のメッセージフォームからお願いします。この番組はまだ知らない好きとつながろうキノコップの提供でお届けしております。ゆうきとねきの好きにやる TV オフィシャルグッズも発売中。詳しくは概要欄をチェック。またキノコップメンバーシップご登録いただくとメンバー限定の動画ご視聴いただけます。チャンネル登録と高評価、番組 X のフォローもよろしくね。それではまた次回お会いいたしましょう。好きねー。なるほど。イエーイ。何かともしかしてハッピーバーデー。生まれた。ねき想定外すぎる。ありがとうございます。ありがとうございます。